Photoshop が ChatGPT で無料で使える。それは一体どうやって使うのか、そのクオリティはどうなのか、この動画1本で全部わかるようにしっかりと、そしてさっくりとまとめておきました。こんにちは、専門学校講師のいらるさんです。今日は ChatGPT で Photoshop が使えるようになったっていう話なんですけれども、それを検証していきたいと思います。私この話を聞いた時、ちょっと何言ってるのか分かんなくて、一体どうやって操作するのとか、Adobe の ID くらいは必要なのとか、そもそも毎月払っている Adobe の料金がなくなるのとか、いろんな疑問が湧いたんですけれども、そういった内容がこの動画を見ると全てわかるようになります。そして最終的には専門学校講師である私が実務で使えるレベルなのかどうなのかっていうところを辛口評価していきたいと思います。で、さらにその辛口評価の後にこれからの時代知っておきたい大事な情報もまとめてありますので、ぜひ最後までご覧ください。そしてここで一つお知らせです。もっとイラストレーターを体系的に学びたい、感覚だけでなくしっかりとした理論も身につけたいという方は、私の有料講座、今だけ 30% オフのセールが行われています。現場で使えるバナー作成やロゴデザインの作り方などなど、 YouTube では語りきれないテクニックがたくさん詰まっています。詳細は動画の概要欄にあるリンクからご覧いただけます。今年最大級の割引なんで、ぜひチェックしてみてください。使い方と性能の検証。それではここでは使い方と性能の検証を行っていきたいと思います。まず一番気になるお金の話から、無料で使えるんですかっていうところからやっていきたいと思うんですけれども、結論から言えば ChatGPT 内で Photoshop の機能は無料で使えます。追加料金が一切かかりません。私もついこの間まで ChatGPT 課金ユーザーだったんですけれど、やめました。理由としてはジェミニの方が使えるからっていうところなんですよね。なんでいっぱい使い倒した後なんでメモリがいっぱいですとか出てたりするんですけれど、要するに今私は無課金の無料ユーザーとなっています。で、それでも使えれば無課金でも使えるっていうことですよね。で、続いて ChatGPT 内で具体的にどうやって起動するのかっていうところをやっていきたいと思うんですが、プラグインとか何か難しい設定が必要なのかなというふうに感じる人もいるかもしれませんけれども、大丈夫です。最新の ChatGPT にはすでに Photoshop が搭載されているようです。で、使い方はシンプルで、Photoshop を押すと Adobe Photoshop 出てきたりするんですけれども、出てこない人は Adobe と入力してもらうと Adobe Photoshop のアイコンが出てきます。これで Photoshop が使えるようになってるんですね。だからあとはここに普通に ChatGPT に依頼するような形で、あれやってこれやってとやりたいことを入力していくだけという使い方になります。革命的ですね、これは。私これから初めて触るんですけれども、これができるんだったらもう頑張って覚える必要すらないんじゃないかなっていう、専門学校講師の立場からするとそういった不安があります。で、実際に使っていきたいと思うんですけれども、日常的にどんな使い方するかなと個人的にちょっと考えて、メルカリに出品するみたいな、そんなシチュエーションで今回の検証を行っていきたいと思います。メルカリの出品は当然写真のクオリティが高い方が売れやすいですし、で、いろんな人に当てはまりそうですし、写真を撮ってすぐ修正してみたいなことが簡単にできたら便利かなと思いまして、そういった用途でやってみたいと思います。はい、それではいつもここにいるこの猫の人形、こちらの猫の人形をメルカリに出すという設定でやってみたいと思うんですけれども、じゃあこんな感じで1回写真を撮ります。これを ChatGPT の Photoshop を使ってどれぐらい綺麗にできるのか試していきたいと思います。ちなみに無加工だとこんな感じの写りになっています。こちらもついでに実験素材として使ってみたいと思います。では ChatGPT の Photoshop を使ってこちらの画像を修正していきたいと思います。これスマホで撮ったんですけど、一眼レフで撮影したみたいに背景をぼかしてみてもらおうかなというふうに思っています。
なんでここには背景を一眼レフみたいに強くぼかして被写体を際立たせてということで、プロンプトを入力して、さらにここに画像も載せますと。でこれでエンターするとどうでしょう。アプリに接続していますなんて出てますね。これあれですね、後で説明しますけれども、チャット GPT の中にアプリが誕生しているっていう状態なんですよね。で何か出ました。チャット GPT が Adobe Photoshop に接続しようとしていますということで、こんな感じで表示されるんですね。で続行。チャット GPT で Adobe Photoshop を使用。自分で制御できます。要するにチャット GPT とは別のアプリが中に存在していて、そのアプリとデータが共有されますよということが書かれています。それは OpenAI チャット GPT の責任の範囲外になりますというようなことでしょうかね。で接続します。で Adobe Photoshop が接続されましたということで Adobe ID すら不要で出来上がるんですね。なんかそれっぽい画面になりましたが、はいなるほど、こういう感じで後ろの液タブも一緒に切り抜かれてしまいましたけど、これはぬいぐるみだけにしてくれと言わなかった私が悪いですよね。でもぼかしをこうやってスライダーで調節できるんですね。なるほどね。ごくごくわずかだったらまだいいかなって思いますけれど、ちょっとなんかあんまり強いとね、ちょっとこの縁のねボケが不自然すぎるのでいいとは思わないな。で次行ってみたいと思います。こちらの画像はスマホで撮影した画像の無加工の画像です。無加工の画像を黒レベルとかシャドウとかを下げてキリッと引き締まった写真にしてもらいたいと思います。ではプロンプトがこちらです。この画像の黒レベルとシャドウを下げて全体的にコントラストを強くし、キリッと引き締まった印象になるよう調整してください。ということでやってみたいと思います。これが明るさですね。明るさ確かにこのままスライダーで調節することができます。コントラストしっかり自分で調節してですねやることができますね。確かにハイライトとシャドウでも全部別々なんでしょうかね。これオープンインフォトショップクリエイティングリンクということで、これをフォトショップに持っていけるということなんですが、ウェブ版のフォトショップに来るんですね。なるほど。ということで今やった設定がこっちに持ってこれますよということですね。チャット GPT にああだこうだと指示を出して最終的にはウェブ版の Photoshop で修正することができるっていうことなんですね。なるほど。これつまり Photoshop でやったら早いんじゃねっていう。これチャット GPT でやる理由あるかな。チャット GPT 内だとレイヤー管理もできないし、メルカリ云々の話ではないような気がしてきました。じゃあこの画像を Photoshop で切り抜いてくださいと。この画像のぬいぐるみを切り抜いて背景10日にしてください。レイヤーを分けたいです。結局 Photoshop の Web 版に誘導されたので、だったらレイヤー分けなんかがねこの辺でできて、このプロンプトだけでなんかそういった下準備みたいなものが出来上がるんだったらそれはそれでいいのかなと。ごめんなさい。ダメなんだ。で切り抜くこと自体はできないっていうように返信が返ってきました。ただそこに使えるマスクは作成してありますよっていうことで、この URL クリックしたんですけれども、出来上がったのがこれでした。白が要するに切り抜かれている部分なんですけれども、あんまり綺麗に切り抜かれてない。こういう黒く灰色に見えるような部分は結局うまく切り抜けていない部分っていうことなので、
あんまり人形自体もはっきりしないし、あまりうまく切り抜けていないなっていう印象です。本家 Photoshop を使えばこのぐらい複雑な形でも簡単に切り抜くことができるので、まあ似て非なるものと言わざるを得ない。精度が全然違います。これ使えますかね。これぶっちゃけこれ使えないなっていう。この Photoshop はもうあんまり使えないんですけど、正直。ただこの件に関しては Photoshop が使えるようになったっていうところは覚えておいた方がいいと思います。それについて詳しく次で解説していきたいと思います。というわけで ChatGPT に搭載された Photoshop を触ってみたわけなんですが、実際触ってみて分かったのは、正直仕事にも個人的なメルカリにも使えないんじゃないかなと思いました。ただ ChatGPT で Photoshop が使えるようになったっていうこと自体に意味があると思っています。ChatGPT でアプリが使えるようになっているんです。今年の10月に ChatGPT の OpenAI は Apps SDK という仕組みを発表して、 ChatGPT はただのチャット AI からいろいろなアプリが動くプラットフォームになるような方向性を出しているんです。そのアプリの中に Adobe が参入しているっていうところが今回の一番の学びかもしれません。なので ChatGPT はこれからいろいろなアプリが使えるようになっていくはずです。なので使い方としては、スマホに入れるアプリとかパソコンに入れるソフトとか、そういう拡張性があるという使い方になるかもしれません。一方で Adobe はその中にエントリーモデル的なお試し Photoshop を導入して間口を広げようという狙いなのかもしれません。というのが2025年12月時点の私の結論です。ということで今回の動画は以上となります。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。